大喜利をやったけども、やっぱりそうじゃないスタイルの空手を作ろうっていう考え方なんですね。それはこっちは全然知らない。でも私の組手を見てて、渡辺は剛柔流でもない小等間でもない組手をやってるなっていうのことをちょこっと言われた。それもあって大山先生は、自分でもう指導するってことはやめたわけですね。全然違うものになってきたから。そう僕がね黒帯初段取った時にも大山先生はもう教えなかった。一切。一切教えない。全部私に回す。これは嘘じゃない。そんな嘘ついたってね、しょうがないことだから。要するに大山空手を作れってはっきり言われた。大山空手ってなんだろうって。だから石橋先輩や源先輩や黒崎先輩いろいろ聞いて、ナメちゃんが大山先生はこうだって言われて初めて分かった。大山先生がやってると剛柔流で剛源先生の2番先人になるから、いつまでたってもトップ絶えないから、それで大山空手を作れって渡辺に言ったんだってはっきりその石橋先輩や源先輩や黒崎先輩が私に言ったんだ。それでピンとこないんだよ俺は。そんな大ことなさ大それたの考えてないんだから俺は。これでじわりじわりと。今でもいろんな極真がやってるその準備運動と、あと基本稽古という、この形というか、順番というか、あれが作られたのは変わらない。小山先生、そう時代のものを剛柔流時代から、形じゃ。でちょっといろいろ先生が足されて今みたいな形になった。いや準備運動とかそんなものは状況だけど、ここはちょっともっと変えてもう短縮してもうそれでいいだろうっていうものしかやってない。あれ大変だもん。あれやったら多分1時間ぐらいかかるんじゃないの。そういうことですね。はい、全部そんなのやってたらさ、自分のところで道場持ってるけどこんなところでそんなのやったらそれで終わっちゃうじゃない。だからまたそれほど激しい動きは今やってないからね。だから当時はねすごい激しい動きをやるから、できるだけその準備運動をやらないと剣が切れちゃうからね。基本もやっぱり肘打ちやったり人をやったり全部やる。そう一通りやる。30種類ぐらいあるんですよね。やるよ一通りね。大体そうだね、多い技は、200か300ぐらいやるかな連続で。正拳突きが大体100ぐらいやるのかな。あと3本抜きが100ぐらいやるかな。正面中段中段。当時本当によく結構やったよね。だけどそんなのさやったらさ今の子はさ、それで空手を習ってそれで空手道場を開くっていう人たちじゃないからね今。当時はそうなんだよみんな。空手の道場を開きたい、空手を覚えて外国を行きたいと、そういう子が多かったからね。おっす。だからもう全然その時代と違うよ。だからみんな外国行きたいのを道場もしたいって言うからさ、合田までがね道場もしたいなってけど、お前言ったんだけど、お前道場やったらお前潰れちゃうぞと伸ばされて。今最高志願だったんですか。今たくさんお持ちになる。何が道場松井派の最高志願ですか。合田道場。あれやらなくて済んでんじゃないの。まあ生徒さんいっぱいいますから。やったと思うよ。だってあれできないもん組手なんか。型だってほとんどだってカバン持ちさせたんだもん。大山先生の。俺がやってたのを、俺がスバル360で体を大山先生に乗せてよ。あっちこっちが置いたんだスバル360で。それを今度は合座に頼んだんだ板金屋に頼んだ。なんだか今度は大山先生車持ったのよ。これしょっちゅうぶつけてさ大変なんだよ。そしたら合高板金じゃない。
合田を乗せれば板金屋さんだったんですか？合田板金日本交通の大曲かなんかの板金の主任かなんかやって後で分かった。それで合田は大山先生の車頼むってで合田に乗せる時はさ大山先生がちゃんとしょっちゅうぶつけてさだから合田がしょっちゅう板金のだって大山先生ひどいもんだよ。当時は携帯ないからね店に電話かかってきて「どれ車と思っちゃった」取りに来てくれた大津ったけど「先生どこですか?」「いやわからん。ただなんか川のそば橋があって川のそばだ」どうも死んだ加藤がいたけど加藤お前川のそばで橋があって名前出てこないけどさ、なんとかじゃないですか。あ、そうか、じゃあ、行ってみようって言ったら、本当に川のそば、ちょっと名前今出てこないけど、止まってて、何のことに、ガソリンが入ってる。ガソリン入れないで走っちゃうんだ。そんなことしょっちゅうあったな。大山先生、蹴りなんですけど、あんまり蹴りのイメージが大山先生ないんですけれども、こう蹴り、膝も怪我されてご自身ではあれですけど、蹴りに対してはお弟子さんとかでも後の後輩の人たちでも蹴りの上手い人がなんか好きだというような話を聞いたことあるんですけど、大山先生、蹴りに対する考え方というか。やっぱりあれですか、ご自身がやられなくてもこうバンって受けるというか、やっぱりスッと入るような形で蹴りに対応されてたとか。こう言葉でねいろいろアドバイスはしたけど、実際に自分の体を使って教えるってことはなかったね、僕に任せてから。私のスタイルと食い違っちゃいけないっていうことを大山先生はやっぱり気にしてて、ただ口では言ってたよ。だから自分でこうやってね座りながらねこうだとかああだとか